ソドです。今回は最新話79話の考察をしていきます。神回の考察必見。最新話ネタバレ含みますのでご注意ください。前回の78話ではカワキがナルトを大黒天で飛ばしボルトを倒そうとしていました。それは木の葉からするとホカゲを手にかけ、ホカゲの息子を手にかけるという反逆者のカワキ。今回の79話ではカワキが逃亡し捜索に当たる。木ノ葉丸やサスケも捜索を始める。美月は木ノ葉丸からボルトを病院へ送るよう言われますが、カワキを探そうとしてしまいます。カワキは相当チャクラを消耗し逃げることで精一杯。そんな様子を千里眼で見るエイダ。いても立ってもいられず、エイダはカワキのもとへ飛んで向かっていきます。そんな中、アマドはカワキが処分されることに動揺し、鹿丸に交渉を始めました。カワキを緊急停止させることができると伝えますが、鹿丸は聞く耳を持たず。アマドはかなり慌てており、おい待て鹿丸くんと演技ではなさそう。ここでエイダは逃げているカワキのもとへ到着。私がいれば誰にも手出しさせない。カワキはここで素直な気持ちを吐いていきます。俺のことよりも7代目を守ってくれよ。桃式を今のうちに黙らせなきゃ、いずれ7代目も7代目が守ってきたこの里も。桃式が自由になってからじゃおっせえんだ。なのによりによってボルト、あいつは7代目の息子だ。木の葉の誰が奴を殺せる。味方を敵に回す行為を誰ができる。ボルトの兄弟という言葉を思い出したとき、少し葛藤しているような感じがありました。俺みたいなよそ者にボルトもなってほしいというカワキの願望と、カワキを助けたいエイダの願望。三日月のような模様で能力が発動し、この忍び地球は一変し、桃式はにやりと笑う。捜査部隊はなんとボルトチャクラを追っており、カワキではなくボルトを捜索。桃式はここでついに全てを失うはどんな気分だとボルトに説いていきます。ボルトはまだ何が起こっているのか分からず、後ろを見てみろと言い見てみる。まさかの美月がボルトと名前も言っているのに、ボルトに完全にガチギレしています。美月はボルトに攻撃を仕掛けていきます。まるでカワキとボルトが入れ替わったかのような。そんな中、サラダだけ冷静で美月を止めに入っている様子でした。桃式は今の現象を説明していきます。エイダの魅了の力の正体、真術、全能。全能とは全知全能の神のみしか操れない究極の力。真術の中の真術。そんな神しかできない能力を有するエイダは制御できない代物であり、無意識であるという。何もかも具現化する絶対の意志の力がエイダの願望を具現化した結果、カワキ・エイダの願望により全能を発動し、カワキとボルトの立場が逆転したと言います。まるでかつてのサスケのような里から阻害されるようなボルトの立場。捜査部隊はカワキを発見するも、カワキの目の傷を心配し本当に逆転している。エイダが彼のお父さんは無事なのと聞き、ボルトがやったと話します。カワキはエイダに7代目はボルトの手により死んだと伝えろと言い、ますます悪化。変化したのは人々の記憶で、意識はチャクラによりつながっていて、神にもなれば手を加えられる。大筒木には影響しないと言い、そこにはデイモンもいることからも影響条件は魅了と同じ。内葉の小娘は影響を受けておらん様子だな。ボルトにもそれは伝わり、今後どうなるか。ホカゲの息子で木の葉で育った渦巻きカワキ、命を狙われる孤独なよそ者、ただのボルト。理解したか。神が書き換えた2つの道。ここで79話は終了しています。ようやく明かされました。全てを失う。こんなのは誰も予想はできない。海外でもクレイジーと言われ、かなり悲しんでいる。読者にも絶望を与えてきた作者がすごい。同時にエイダの魅了の力も公開されましたね。おさらいすると、魅了イコール全能ということ。真珠を食らい尽くし神となった存在でしか制御できない代物であること。だからこそエイダでは制御できず、無意識に魅力として放出し魅了していたということ。
何もかも具現化できる絶対の意志でエイダの願望とカワキの願望が具現化した。エイダ自身も全能発動後は分かっていない様子で267ページ何かおかしいと発言。桃式がアマドもこのことは知る由もないと言っているが、75話で芝居が判明した時のシーン、魅了も真実とアマドが言った時、桃式は嘘をついている、聞いたことがないと言っています。実際は桃式が魅了イコール全能であると脳内変換を瞬時にできなかっただけなのも分かりました。アマドは全能を知らないし、芝居の移植で発動した能力だから真実と言っただけで、読者にもいろいろと疑われたこのシーン、アマドは濡れ衣をこの時はかけられていたのか。ただ問題なのは、桃式も魅了の正体が分かったその次の76話にあります。サラダとスミレが魅了にかからず、その様子で魅了の正体が分かったということです。でも今回の79話で内葉の小娘どういうわけか全能の影響を受けていないと言っている。このことからエイダの友達が欲しいという願望が具現化したままということ。魅了はエイダとの距離感とかいろいろ憶測ありましたが、それは否定されましたよね。魅了そのものはモテたい願望が魅了しているということなのか、過去回想ありそうってことは、一度発動した全能はエイダ自身も解除の仕方分からずに育った可能性も。魅了も解除できないし、サラダスミレも解除できないし、今回の逆転も解除できない。誰がエイダを止めるのか。コードは魅了でダメで、やはり全能にかかっていない組のみ。ボルト、デイモン、サラダ、スミレのみでそれぞれ見ていきたいと思います。デイモンに関しては意外とあると思ってます。エイダに対して殺意まではいかないですが、今回置いてけぼりにされたデイモンは彼氏に夢中になっている姉を嫌っていきます。戦闘構図的にも今のエイダにデーモンがいるとかなり勝ち見込み薄いのもあります。ボルトとも仲良かったり、ひまわりにも相性よく、今後は味方のような存在もありえます。あとは伏線のようでもあるスミレサラダ、鹿丸が言った倒せるのはこの2人と。ボルトを守るべく正義感は絶対強いし、2人ともボルトに命を救われているのもある。戦闘でのエイダ止めは現実的ではないので、エイダに歩み寄りとかも正直現実的ではない。2人ができるのは全能にかかっている人を元に戻してあげる方が大事だと思う。まずは美月とかサスケとかにボルトのことを思い出すように必死にしてくれる。読者の代弁者にもなれるし、思い出してくれた時ほど感動もできますよね。サラダの万華鏡のことを考えてヒステリーを考えがちですが、万華鏡になったところで、万華鏡でも戦闘地としては不十分なこの時代、しかも瞳の光を失ってしまうし、でも万華鏡になるなら今しかないのか。青年前の期間でオロチマルにクローンを頼めるし、おかげのサラダが万華鏡を持っていないのもやはり頼りなさも出てしまいますね。残るはボルトですが、これは後ほど神に対抗できる能力を考察していきたいと思います。重要なのはサスケが全能にかかっているかどうかが今後の進展が大きく変わる。ボルトの位置共有があった時、サスケは足を止め向かうのか疑問に思ったのか分からぬ表情。読者としてサスケは味方であってほしいというこれまた願望により影響がないと思ってしまうのか。だが逆転したのだにサスケがいる、人々の記憶にサスケがいる。ナルサスは正直大筒木の力を持っただけで大月化したわけではないし、十尾の餌にはならない。何のために陸道の力をうまく退場したのか、ナルトもうまく異空間にいます。この時のためにリンネガンがなくなっていて、ナルトを探せないしヒステリー展開もできる。あわよくばサスケも影響かかっていなくて、このままボルトと共に里抜けしてほしいですが、それで青年編まで修行して師弟の関係がナルトジライアのようになってほしいが、やはりリンネガンもないサスケは影響はありそう。しかも正直なところまだ絶望はこれから。しかもこの葉が敵になったところでボルトが生きる気力を失うにはならないと思う。むしろエイダーぶっ飛ばせば解除されるんだろうと前向きポジティブは変わらないだろう。
想像してしまうのは残酷だが、ボルト vs サスケのシーンしか考えられない。しかもサスケの行動力は速く、次回真っ先にボルトのところへたどり着く忍びナンバーワン。さらに今回カワキはエイダに、7代目はボルトの手にかかり死んだと木の葉に伝わる。当然サスケのボルテージはかなり高い。もはや弁明の余地なくカワキだったらやられてる。アニメのワンシーン、ボルトの目の前にいるのはサスケが立ち、これは伏線なのか。ここまで言ってあれですが、もしそうだとしたらサスケがかなりシンプルにダサいんですよね。話は2点3点しますが、サスケは何かしらで影響を解除しボルトを守るシーンが欲しい。その何かしらとは桃式の気配を感じるというのは幾度となくありましたよね。それにプラスしてサラダの説得も加わって正気を保ってくれるような展開が想像できる。直近でもボルトの背後霊で出てきた時、そして今回の1ページ目にも違和感を。まとめると流れを面白くするのであれば、サスケは最初は全能にかかってしまっている。ボルトからかつての桃式の気配を感じる渦巻きボルトであることを思い出す。最初はやっぱり敵であった方が展開はワクワクするし、次号の最終ページで盛り上げやすい。ないとは思いますが、来月号の最終ページはサスケがボルトを攻撃しようとして終了。そんで次の次で何度も伏線としてあった桃式の気配を感じて正気を保ってくれる。読者側からしても最初悪役でワクワクして最終的には頼りになるという2段階ワクワク。ナルトはもう死んだことになっているので、少年編でこの世界に戻ることはなさそう。それに無限つくよみもそうで、その場で光を浴びていなければ術にはかからないのと同じ。ナルトは当然全能にかかっていないので、むしろ戻られるとカワキの不都合になる。ただやっぱりナルトヒナタだけ年取らないで青年編で再会しても違和感でしかない。カワキの白身に対する絶望と不信感はもう少し欲しいところを考えるとな。1話冒頭のホカゲ岩は7代目までしかなくて、8代目はまだいないことがわかる。ホカゲが死んだとなればことが落ち着き次第、次のホカゲを決めるのが自然な流れ。ナルトは生きているということはどこかでみんなに伝わるんではないかと思います。やはりカワキも何か絶望展開がこの先ないと忍びに対する気持ちとかは悪化はしない。父ちゃんがホカゲじゃなければよかったんだと昔から嘆くボルトがこうも残酷な結果に。カワキも進撃の巨人のエレンのように誰かがやらなければならないという主人公感。ボルトって胸熱展開が凝縮された原作で神がかっているし再認識しましたね。オマージュされるのであればサスケのように青年編までボルトは修行に入る。サスケとの修行もありだが、カシンコジとの修行もワンチャンありになってきた。カシンコジは忍びに対する意志は強いし、ナルトを間接的にでも助けていることになる。最後はナルトの目の前でボルトを守って倒れてくれたら一番熱いなと思ったり、先ほどのボルトがエイダを止める役目という点において話していきたいと思います。青き瞳はいずれ全てを奪い去るというのはエイダの青い瞳で間違いないのか。その青き瞳、そのってついているからボルトに対してなのかどうかまだ断定できない。もしかすると上眼こそが神の能力に対抗できる力であるのかもしれない可能性も上がった。浄土と神道という2つの対が存在しているように、神と浄がこの世界にはあるのかも。となるとエイダの能力とボルトの能力は関係性も近く相反している可能性も。エイダは神に対してボルトは神に対抗する浄、瞳はエイダは月、ボルトは太陽をモチーフ。月と太陽は真反対にあることで満月となり、太陽は浄土真宗でも有名な極楽浄土へ。陸道とは昔考察しましたが、6つの苦しみの道で大筒木特有の思想です。陸道の対義語的な存在が極楽浄土なんですって。神と対になる力で浄、面白い。しかももう今回真実の中の真実が出てしまい、このさらに上の力が上眼でしたとか言われても、力とは対になる最強があるからワクワクする。破滅に対する希望の光も納得がいく。
かぐや初期の頃、争いのない平和を求めており、大筒木にも情を求める存在もいます。善良な大筒木の最強の力である情眼、桃式はその道を知り感銘されないかな。さらに陸道の上位に存在するという展開があり、そこにたどり着くと平和のような存在になるとか。神と情の行き着く先の展開という場所は大筒木の中にも願う人物がいそうな感じ。ボルトでは SF 要素はかなり詰まってます。大筒木ごと変革することはなくはない。個人的には桃式は大筒木一族そのものを変えられる希望があるボルトに感銘をする。ボルトは大筒木一族を悪から善へ変えて宇宙規模で平和にしてくれると思ってます。ちょっと規模の大きい話となりましたが、結論、情眼は神に対抗できる力ということ。桃式が今後最終的にボルトに協力するなら、感銘か改心するきっかけが欲しい。クラマもそうで、最初は共通の目的で力を貸し、最終的には感銘改心共感をしています。大筒木一族を改心すれば物語も平和に終わり、桃式もいいやつになります。最初はやはりクラマ同様に自分のために力を貸すという展開もあったり、乗っ取りもあり、海外勢の考察によるとコードと仲間になるのではという考察もあるそうです。エーダをぶっ倒すという共通の敵がいたり、ただそれだと本物の反逆者になりうるが、もう一つはひまわりが両親を亡くした喪失感や憎しみで最強化するという考察。しかも全能の影響を受けてお兄ちゃんに対し憎しみが湧き出ているというヒステリー。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。チャンネル登録、みんなの感想コメント、考察コメントぜひお待ちしております。